皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の14日金曜日ですね。時間が相対的に早いですね。今日は日本時間の夜のちょうど9時ということです。たまたま今日6月14日というのは私の何十回目の誕生日になりまして、金曜日ですね。ということです。今日のワイワイニュースライブの通算が2798回ということで、来週の月曜、火曜日でちょうど通算2800回になりますね。ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、私が考える利権特権を認めない普通の市民による、市民革命政権政権公約案ですね。とりあえず今日は1から21ということで、まとめてみました。選挙も近いということで、年に1回か2回は市民革命政権の政権公約ということでまとめる必要があるだろうということだということなんですね。ということで今日もツイキャステレビの一元放送ですね。ということで今日の最初は昨日の木曜日の放送のメインテーマ911テロは自作自演だったの第3弾ですね。アーロン・ルッソ監督の証言とロックフェラーは911を予告してた。これのYouTube 表紙を作っていただいたこれなんですね。ロックフェラーは911を予告したということで、この写真はですね、昨日はちょっと印刷機のインクがなかったんで印刷できなかったんですけど、こちらがアーロン・ルッソーですね。有名なアメリカの映画監督兼プロデューサーで、こっちがニコラス・ロックフェラーというダビッド・ロックフェラーの甥いなんですね。弁護士で中国担当ということなんですね。で彼がアーロン・ルッソーかアーロン・ルッソーに近づいてきて、で彼を仲間にしようと工作したということですけど、最終的にアーロン・ルッソーは私とあなたの立場は垣根のこっち側と向こう側で、違うんですよと、いろいろ、意気投合してですね、いろんなことを話し合ったと、家族ぐるみで付き合ったということだったんですけど、最終的には考え方価値観が違うよと、垣根のこっちと向こう側ですよということで、彼は断ったわけですね。そして2007年の2月にですね、アレックス・ジョーンズといういわゆる陰謀論者が極右の陰謀論者って一般的に言われてるんですけど、私は極右と思わないですよね。彼のインタビューを受けて、911に関してもう11ヶ月前に、このニコラス・ロックフェラーからその計画をですね事前に聞いてたという話を暴露したんですね。そして、そのインタビューが2007年の2月だったんですけど、6月に彼は膀胱がんで、死んじゃったんですね。で生前彼はアレックス・ジョーンズに内密にですね、私は脅迫されていると。でこのがんも彼らによって攻撃された一つだろうというふうに言ってたんで、おそらく彼はこの911の真実を暴露したために、殺されたということだと思いますね。それで昨日の放送の視聴者数ですけど、ツイキャスが現時点で367名、YouTube が345名で全部で712名ということになってますね。そして
今日の画像ですけど、香港、で行われた逃亡罪条例改正案、改悪案ですね、めぐる12日水曜日に行われた学生を主体にした激しい抗議デモで、こういうふうに催涙ガスをまかれてるんですね。で、かなり暴力的な警察の実力行使があったということなんです。AFP なんですね、これ。で、面白いのはですね、警察の記者会見に出席する記者たちが抗議の意味でですね、黄色いジャケット、そして要するに街頭デモに、繰り出した時の服装で記者会見に臨んでるんですね。これ抗議してるんですね、これ。からそうですね、ヘルメットかぶってるんですね。これ日本ではありえないような光景ですよね。記者たちも学生を支持して警察の暴力に対してこのように記者会見の場で、抗議の意思を表明しているという写真なんですね。これ日本では絶対ありえないですね。これ素晴らしいですよね。それからこれも素晴らしいですね。ですから水曜日、昨日ですね、水曜日に香港で大規模抗議デモが起こったと。その翌日ですよ、木曜日、渋谷で2000名を集めた香港抗議デモ支援の集会、ハチ公前広場で行われたんですね。翌日ですよ。すごい素早いですね。これを仕掛けたのが例の辺野古県民投票を提案して、最初ハンガーストライキで一人で戦い始めて、それが県民投票まで行ったんですね。その代表を務めた大学院生の本山仁志郎さんという人が SNS で呼びかけたら1日で2000名集まったという、すごいですね、これね。という昨日の夜のハチ公前の写真ですね、渋谷。そして、最後は今日のトピックスの中で東京新聞で、例の安保関連法は憲法違反であるというふうに200名の国民市民が裁判に訴えた違憲訴訟の証人として、宮崎という元法制庁長官がですね、裁判所で証言したんですね。で、東京新聞はそのいわゆる安倍政権の下での、これちょっと読めないですよね。下での内閣法制、局長の見解と、それから証言した憲法安保法というのは明白に憲法違反だと、9条違反だというふうに証言した宮崎元法制局長の主張をこういうふうにまとめてるんですね。ということです。イルミナティ研究会さん、日本の記者は正義感ある人は出世しないそうですねと飛ばされたりということですね。要するに、最初は正義感あふれる新人記者として、この前早稲田クロニクルの編集長渡辺さんが言ってましたけど、最初 4,5 年みたいですね。もう 4,5 年先からは報道陣じゃなくて、会社員になっちゃうんですね。で、幹部に取り立ててもらうために、報道陣、報道なんか Windows の新しい Windows 再起動が必要だって、これ今ダメですよね。
時間の変更ですね。開始時間12時だから平気か。はい、アップデートみたいですね。ということで、最初の4、5年は頑張るんですけど、その後も上の言うことを従順に、従う、会社奴隷になると。そうしないと上に、昇進できないと、出世しないと、こういう構図になってるんですね。それから砂月さん、初めてご覧の方へ、これはあれですね。山崎氏のキャスは一行一言コメント、シュダ嵐の恋があったため禁止だと。このキャスの目的は情報の拡散と共有と、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いします。昨日なんか変な妨害ネトウヨみたいなやつが登場しましたよね。から DR3 さん、CBI さん、CB2 さん、お茶配信いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。砂月さん、今日のメインテーマですね。私が考える利権特権を認めない普通の市民による市民革命政権公約案ということで、今日の1から21です。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。ヨーヨーさん、クラッカーですね。おめでとうございます。ありがとうございます。から石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。ヨーヨーさんのお団子ですね。そして、この放送の前ですね、ミルキーさん、出生率、これ読みましたね、上げるには、非正規社員をなくして、学校の無償化をすべきと。フランスは本当、保育園から大学院まで、ただなんですよね。だから私は、フランスに14年いましたけど、すごい助かりましたよね。ただですよ。せいぜいなんか登録料が1万円ぐらいで済んじゃうんですね。それに、息子2人いたんですけど、20歳になるまで、月1万とか1万5千円の子供手当みたいなのがずーっと来てましたね。だからそのぐらいやれば出生率って上がるんですよ。簡単なんですよ。日本はそれをしないで、F35 という欠陥戦闘機をですね、1機100億円107億円とか、向こうの言い値でですね、147機も、147億円で105機買うかということで、105機なんか持ってる F35 持ってる国は、アメリカが全部で、300か400持ってる以外、他はないんですよね。安倍があれですよ、勝手に買ってんですよ。国会の審議、承認、国民の承認も得ることなくですね、爆買いしてるんですね。だからおそらく F35 関係で、維持費とか修理費とか等々入れれば、全部で3兆円ぐらいなんじゃないですか。とんでもないやつが、ずっともう7年も首相やってるっていう、気違い沙汰なんですね。ということですから、のこのこさん、お茶爆10ですね。ということで、今までの台本のところをアップしますね。昨日の放送の表紙ですね。それから現時点での視聴者数、それから今日の画像ですね。香港警察による暴力的な弾圧、それに抗議する香港の記者たちですね。記者会見で、これ2つに分けますかね。
それから渋谷のハチ公前で昨日の夜2000名が集まった、香港のデモに連帯する集会ですね。これを仕掛けた人が辺野古の県民投票を仕掛けた大学院生だった人ですね。本山さんという人です。大したもんですよね。ナカン319さんがコンティニューコインですね。それと今日の東京新聞の安倍政権が強行成立させた安保法制戦争法案は憲法違反であるという。そうなんです。だから日本にまともな憲法裁判所があればもう完全に憲法違反なんですけど、日本にはないんですよね。日本とアメリカとイギリスにはないと。他の国にはあるんですね。だ昨日のトピックスの中でも取り上げましたけど、エクアドルの憲法裁判所が同性婚を認めたんですよね。憲法裁判所が認めたってことはもうそれで決定なんですよ。日本にはないんですよ。アメリカにもないと、イギリスにもないと。イギリスはいわゆる、成文憲法っていうのがないんですよね。今までの判決を積み重ねたものしかないっていうんで、その最大のデメリットっていうのは一般の国民市民が体系的な憲法の条文がないんで、学習できないんですよね。だから法律の専門家が断然有利になるという非常に不平等な社会になってるんですよね。ということです。そして今日の映像もこれ毎日新聞ですけど、ハチ公前の2000人がデモ連帯集会したと、これの毎日新聞の映像があるんで、これをぜひご覧ください。 URL は貼り付けます。ということでキャス君ですね。すごい画面全体に出てきましたね。すごいですね。で今日の一言ですね。今日の一言は久しぶりに私の一言って言って山崎康彦の一言と今まで、取り上げてきたことをちょっとまとめたやつですね。全部でいくつなんだ15ぐらいなんですかね。本山仁四郎っていうのか、本山仁四郎さんですね。はい、ウィキペディア砂月に早速ウィキペディアの情報をくれましたね。私の一言1、聖書が言う人間と全ての世界は全知全能の神が1週間で作ったというのは大嘘と。本当嘘ですよね。人と全ての世界は40億年前に海で誕生した原子細胞が40億年かけて進化したもんだと。だからこんな大嘘を信じてる人が全世界で何十億人ですね。アメリカは3分の1の国民が信じてるって言うんですよね。こんな大嘘を1週間で神が作ったと、人間と世界をというのをいわゆるキリスト教原理主義者3分の1ですよ。ということは3億人だから1億人が信じてるという恐ろしい世界ですね。だからアメリカっていうのは民主主義とか自由と平等の国なんて言うんですけど、まさにカルト宗教の世界ですよ、そこは。だからイランとかあるいはどこですか、サウジアラビアとかああいうイスラム原理主義が政治権力を握ってるパキスタンとかですね、ところと変わんないんですよね。表向きは民主的で科学的で、自由主義的なイメージがありますけど、実際はカルト宗教国家なんですよ。同じなんですよ。イスラエルと同じなんですよ。イスラエルはユダヤですから、
アメリカはいわゆるプロテスタントの宗教原理主義者が支配する国ということですよね。それから2番目、人間や動物や自然界は神が作ったものではないと。でも神は人間が作ったんだと。人間がでっち上げたんですよ、神を。それからユダヤ人には本物のユダヤ人、サファルディユダヤ人と偽物のユダヤ人、アシュケナージユダヤ人の2つがある。このことは隠されてるんですね。だからユダヤ人っていうのは全部、一つの、イスラエルに住んでるユダヤ教を信じてる人々とこういうふうになってるんですけど、本物と偽物の2種類があるということは隠されちゃってる。で支配階級、世界支配階級の司令塔ロスシャルド国際金融マフィアっていうのは本物のユダヤ人ではなくて、回収ユダヤという偽物だということも隠されているということなんですね。そのことを言う人はほとんど誰もいないんじゃないですか。あれマイナス15。これですね。アシュケナージュっていう偽物なんですよ。サファルディユダヤ人というのはパレスチナに3000年前から今でもずっと住んでる人。そして、偽物のユダヤ人というのはそれとは縁もゆかりのない1500キロぐらい離れたカスピ海の人々と。で4番目、偽物のユダヤ人アシュケナユダヤ人とは全ユダヤ人口1800万人の 90%、1620万人を占めるパレスチナから数千キロ離れた現在のコーカサス地方に存在してた騎馬民族からなるハザル王国を起源とする回収ユダヤ人のことを言うということなんですね。本物と偽物っていうのは2種類あるっていうのはほとんどの人知らないですよね。だから我々が回収ユダヤっていうのはロシアの国際金融マフィアっていうのはわざと回収ユダヤっていうのをつけてるんですね。というのは偽物のユダヤ人だと、ユダヤ教というものに途中から回収した偽物だということをはっきり分かるように言ってるわけですよね。ハザル王国なんですね。90% を占めていると。カスピ海、コーカサス。マイナス5。回収ユダヤ人のことを言うと、それでこのハザール王国っていうのは隣国のイスラム教国とそれから東ローマ帝国なんかのキリスト教国の両方からですね、自分たちの宗教に改宗しなければ侵略すると常々脅かされてたんですね。で紀元後740年に当時のハザール王国のブラン国王が自国の宗教を捨ててイスラム教でもないとキリスト教でもないと第三の宗教ユダヤ教を選んでそれに改宗して回収ユダヤ人となって
国を侵略から守ったということなんだ。だから自分たちの身を守るために、縁もゆかりもないユダヤ教という第三の宗教を選んだんですね。でもしもキリスト教を選べばイスラム国から侵略されると、攻撃されると、あるいはイスラム教を選べばキリスト教国から侵略されるということで、第三の宗教ユダヤ教を選んだんですね。そして改宗したんですね。今までの宗教を捨てたんですね。それで、本物のユダヤ人とから偽物のユダヤ人とはどう違うかというと、改宗ユダヤ人というのは本物のユダヤ人がユダヤ教の経典旧約聖書が経典なんですよね。信仰の中心に据えているということに対して、彼らユダヤ教の秘密経典タルムードを信仰の中心に据えてたと、この差があるんですね。で改宗ユダヤ人はユダヤ教秘密経典タルムードの教えである極端な先民思想と過激な排他主義、そして世界統一政府樹立によるユダヤ人世界支配を頑くなに信仰してきたと、これが特徴なんですね。で神に選ばれた先民であるユダヤ人はキリスト教徒が神を否定するユダヤ人とキリスト教徒が神を否定する邪悪な異教徒との間で最終戦争が起こって、それに勝利して神が降臨して世界の平和が訪れるという共通の終末思想ハルマゲドンを持ってるんですね。ユダヤ教もキリスト教ももともとはユダヤ教から発生したんですよね、キリスト教っていうのは。だから終末思想がハルマゲドンという終末思想を持ってるんですね。で、次、戦争は偶然に起きるものではないと。戦争は世界支配階級が世界統一政府樹立によるユダヤ世界支配を目的に周到に準備して起こす軍事テロであり、常に、偶然に起こったかのように、偽装されている。戦争は常に偽装されていると。911なんかまさに典型ですよね。自作自演で侵略戦争の口実を作ると。そしてアメリカ国民をいわゆる大きなショックでですね、思考停止状態にして愛国法みたいなファシズム法案で、がんじがらめにしちゃうということなんですね。でもそれが巧妙に隠されて、イスラム過激派アルカイダがアメリカを同時テロをしたんだというのを、公式見解として、アメリカ政府が発表し、そして大手マスコミがそれをそのまま垂れ流すということなんですけど、今ネットの力でですね、これは完全に自作自演だろうと。ブッシュとかチェイニーとかラズドベルドみたいないわゆる軍産複合体戦争派が
各国の軍隊とから諜報機関を使って、やらせたんだということがかなり浸透してきましたよね。18年前ですけどね。ということで戦争は偶然に起こるんじゃないと、やらせなんだということですね。次、無差別テロもそうなんですね。できるだけ多くの一般市民を殺害することで国や宗教や民族や人種の対立を煽って、憎悪を煽り立て世界、規模の戦争に誘導するために世界支配階級が意図的に引き起こす謀略なんだと。だからテロも戦争も同じなんですよね。偶然に起こるんじゃないよと。だから IS、あるいはアルカイダと、あるいはボコハラム、アフリカ、あるいは IS から分派したさまざまなイスラム原理主義過激派はその目的のために背後から軍産複合体戦争派による資金援助、軍事援助、戦略指南を受けて、テロなり内戦を起こしているということなんですね。からバブルですね。だから戦争とテロも意図的にやられるとともに、バブルの発生と崩壊もその後の長期不況も同じように自然現象のように見えるが、実は世界支配階級が所有する各国の中央銀行が金利と信用創造の総額を決定して意図的に引き起こす謀略なんだと。だから全部似てるんですよね。戦争もテロもバブルの発生と崩壊、その後の不況、全部ロシアの国際金融マフィアが仕切っていると、こういうふうに見て間違いないでしょうね。仲介失敗と厳しい見方もそりゃそうですよ。だってトランプが仕掛けたイランとのいわゆる戦争状態で、自ら仕掛けたイランとの緊張関係を緩和するために、いわゆる番犬である安倍にですね、お前ちょっと行ってきて、機嫌取ってきてくれよと、こういう感じで言ったんですから、無理でしょうね。もともとイランにとってはトランプと安倍も結局同じ輩だということですよね。だからトランプの脅しによってイラン原油を輸入停止してんじゃないですか、日本は。だから仲介役やるんだったらトランプに抵抗して日本は独自の路線で、原油輸入は停止しないと、継続すると、こういうことをやってればまだホメイニさんもですね、安倍の言うことにちょっとは耳を傾けるかもしれないですけど、トランプの言うことをそのまま実行して、イラン原油の全面停止をした国の首相が今更仲介役として、登場しても相手は認めっこないですよね。だから厳しい見方じゃなくて失敗するのは当然なんですよ。で彼は下心があって、今年の夏の参議院あるいは衆参同一選挙で外交の安倍をアピールするために、わざとやったんでしょうね。自ら手を挙げてホメニーと私は会えるというふうに売り込んだんでしょ、トランプに。それじゃあ一度行ってよと、お使いしてよというそんな程度でしょう。なんだっけ、そうか、バブルとか、バブルも同じなんですね。中央銀行が金利を操作すると、あるいは信用創造の総額をやると、それを調整することによって
バブルが発生したりバブルが崩壊したり、あるいは不況になったり、あるいは好景気になったりということで、中央銀行が全て操作できるということなんですね。で中央銀行は中国以外、ほぼ全てをロシアの国際金融マフィアが実質的に支配していると。日銀もそうですよね。から FRB もそうだし CBS、 イングランド銀行、ほとんど全ての国の中央銀行っていうのはロシアが全部支配管理しているということなんで、彼らが世界の景気、あるいはバブルの発生崩壊、長期不況等々を決定できる権力を持っちゃったんですね。から次、マルクス・エンゲルスが唱える共産主義革命は労働者階級の資本家階級からの解放を主張しているが、共産党一党独裁と私有財産制度廃止によって共産主義革命が成功した国の富は全て共産主義革命を陰で主導した世界支配階級、開始時代ロシアの国際金融マフィアの手に自然に転がり込むように最初から設計されているという非常に巧妙なんですよね。これもあれか、2つ分けないと。そうなんですよ。ロシア革命もボルシェビキの主体はユダヤ人ですからね。回収ユダヤ人ですからね。それで、資金武器等々を援助したのがロシアの国際金融マフィアですから。そしてレーニンとかトロツキーとかスターリンとかブハーリンとか等々のボルシェビキの主要幹部はほぼ全員がユダヤ人ということになってるんですね。ですから共産主義革命が成功した国の富は全て私有財産制の廃止ということで公共の国のものになるということなので、国がボルシェビキ等々の回収ユダヤ人に革命勢力として支配されていれば当然彼らの懐に自然に転がり込むということなんだね。すべては共産主義革命を陰で主導した世界支配階級ロシアの回収でロシア国際金融マフィアの懐に自然に転がり込むような設計されているということですね。ナカンさん、統一教会の洗脳手法は旧約聖書を利用し集めた人に共通の先民思想を植え付け、親族から切り離したところに、真実を見出し独自の聖書解釈理論で洗脳、さらに世界政治に結びつけるということなんですね。だからこのやり方っていうのはもう完全にあれですよね。回収ユダヤ人のノウハウでしょうね。だからおそらく統一教会はイスラエルあたりが絡んだんでしょうね。こういういわゆる宗教的な解釈、イスラム国のいわゆる宗教哲学なんかもイスラム国の指導者が考えたんじゃなくて、おそらく全部イスラエルのユダヤ人が考えてるんでしょうね。イルミナティ研究会さん、あらゆる好戦的なプロパガンダは叫びにしても嘘にしても憎しみにしても決まって自分では戦わない連中から起こっているとジョージ・オーエルと。なるほど。そうですね。次、安倍晋三首相と黒田日銀総裁のアベノミクスは最初から失敗するように設計されていると。マスコミがアベノミクスは失敗したと騒ぐのは
アベノミクスの本当の目的を隠蔽するためであると。だから最初から失敗するように設計されてるんだから、失敗したとマスコミなり評論家が騒ぐのは本当の目的を隠すためなんですね。それじゃあアベノミクスの本当の目的とは何かということは、次ですね。アベノミクスの本当の目的は、不況デフレ克服を名目にして安倍首相が国民から350兆円の税金を強奪すると。そして強奪して積極的な財政出動を行うと。から黒田日銀総裁が350兆円の一万円札を印刷して異次元の金融緩和を行うと。で計700兆円の国民資産を価値を生む実体経済ではなくて、価値を生まない国債や株や債券や金融商品や FX などの金融経済に投入することだったんだと。だから実体経済にほとんど投入されないから成長しないんだよ。 GDP は成長しないんですよ。 0.2% なんていう低成長なんですよ。で中国が毎年 6%、 かつては 7% 高度成長をずっと続けてきたっていうのは何かって言ったら、同じように中国政府と、それから中国銀行か、中央銀行が投入するいわゆる信用創造がほとんど実体経済の方に投入されるから 6%、7% の高度成長が可能なんですよね。だからアメリカにしても EU にしてもイギリスにしても日本にしても、ほとんど信用創造される政府とから中央銀行が信用創造する資金というのがほとんど金融経済の方に、投下されるから、実体経済の方は一向に上向かないと。特にひどいのは日本ですよね。で異次元の金融緩和をして計700兆円を、だから実体経済っていうのはまあ日々我々が物を生産したり物をサービスを提供したり、あるいは流通させたり販売するという行為の中で価値を生むわけですけど、株とか債券とか国債を売った買ったとやってるだけでは価値なんか生まないんですよね。これが金融経済なんですよ。だから GDP の中に金融経済の規模は入ってないんですよね。価値を生む実体経済だけが GDP で計算されて、金融経済の規模っていうのは中に入ってないんですよ。ということですね。本当の目的はそういうことと。だから当然、日本が不況で貧富の差が拡大すると、金融経済で儲けるやつがいて、実体経済で朝から晩まで、過重労働でですね、過労死するほど働いても豊かにならないっていうのはこういう構造があるからですよ。それを極端なまでに拡大したのが小泉純一郎と竹中平蔵の新自由主義経済規制緩和等々からずっと始まった2000年から始まって安倍黒田で最高潮に達したこの金融経済のために国民資産を合法的に強奪して、そちらの方に投入するという、もうこれは大規模なですね、国家権力犯罪ですよ。犯罪者ですよ、あいつら。ということですね。でこの世の中は世界支配階級の奥の院、秘密結社イルミナティ・フリーメイソンによる陰謀と謀略で成り立っていると。彼らの目的は神に選ばれた改宗ユダヤ人が全ての非ユダヤ人を完全支配する世界統一政府の樹立と人口削減であるというふうに言い切った方が分かりやすいですね、世の中見るのは。
これまでこれほどまでにいわゆる内戦からマイナス4か何十万何百万人が死んでるというのは偶然ではないということですよね。 DR3 さん拍手ですね。ありがとうございます。秘密結社イルミナティフリーメイソン、彼らの目的はいわゆる秘密協定タルムードの教えを現実世界で実現するんだというロシア道の初代、マイヤー・アムシェル・ロシアイドが無双した、そして秘密結社イルミナティを作った、それがずっと続いてるんですよね。ますます激しくなると。で彼らは3つの世界大戦が必要だと。世界統一政府が樹立するまでは3つの世界大戦が必要で、第1次第2次はすでに起こったと。第3次はまさに今だと。で第3次っていうのはイスラム教徒とからキリスト教との対立だというふうに言ってるんですよね。お団子ですね。キララカットさん。それと人口削減なんですよ。昨日のあれにでも言ってましたよね。アーロン・ルーソーのインタビューの中で、ニコラス・ロックフェラーが人口は多すぎると、今の人口の半分にすべきだと人口削減を言ってるんですよね。砂月さんコンティニューコイン、キララカットさんコンティニューコイン2枚ですね。で決して姿を見せない世界支配階級イコール回収でロシアの国籍マフィアの司令塔ロシアイド家は総資産50兆ドル5500兆円約と言われる莫大な資産を所有していると。彼らは代理人と工作員を使って世界各国で戦争、テロ、不況、バブル発生、バブル崩壊、金融恐慌、地震、津波、ハリケーン、疫病などを意図的に引き起こし、世界統一政府樹立による回収ユダヤ世界支配に向けて爆心してんだということですよね。だからまさにケムトレイルなんかが毎日世界中、日本どこでも世界どこでもケムトレイルが毎日、見れるというのは尋常じゃないんですよね。これもう用意周到に計画された人口削減計画を毎日実行していると。世界規模で実行していると。でそれを我々は気がつかないと。単なる飛行機雲だろうというふうに見てるんですね。なぜかというと誰もその真実を語らないからと。マスコミ、学者、政治家、官僚、誰も語らないから、これほど重大な権力犯罪が毎日世界中で行われているということに対して誰も気がつかないということなんですね。ロシア時計5500兆円の総資産を持っていると。で彼らはその総資産を背景にして各国に工作員、代理人を置いて彼らにありとあらゆる暴政を行わせていると。最終目的は世界を大混乱に陥れて、そして最終的には彼らがすでに世界を支配するという完全なる土地狂った無双を実現しようとしてるんですね。というのが私の、一言ですね。おっとっとさんコンティニューコイン配信ありがとうございますということですね。で今日の注目情報、これはデモクラシーナウの今日付の記事4件ですね。最初は香港の歴史的デモ、中国本土への容疑者身柄引き渡し条例に
条例に反対し、警察の取り締まりの中続くというデモクラシーナウの今日付の記事です。これですね。から2つ目がノーモスデスの裁判、移民を援助したスコット・ウォーレンの裁判は審理無効ということで、これもひどいですよね。いわゆるアリゾナ州シーソンでは陪審が同州南部のソノラ砂漠を横断中の不法移民2人に水、食事、清潔な服、そしてベッドを提供したとして罪に問われた人道活動家スコット・ウォーレンを有罪にすることを拒否したと。ウォーレンは有罪となれば最長20年の禁錮刑に処される可能性があったということなんですね。ひどいですね。不法移民2人に対して、人道的な援助、水とか食事とか清潔な服とかベッドを提供したとして罪に問われて有罪になれば最長20年の禁錮刑っていう、何なんだと思いますよね。で6月11日陪審員たちが評決に至らず行き詰まったことで審理無効となったと。裁判員のうち8人がウォーレンは無実だと考え、4人は有罪と判断したと。で7月2日には状況審理が予定されていると。検察側はウォーレンの再裁判を持てるかどうかのコメントを控えていると。この事件を広範囲に報道していたニュースサイトジ・インターセプトの記者に、話を聞くということなんですね。これが2つ目。アメリカはとんでもない国ですね。から3つ目、ノーモアですじゃないや、レイリン・ポランコに正義をと。トランジェンダーの黒人ラテン系女性がライカーズ刑務所で死亡、コミュニティが答えを求めるという。刑務所で収監中死んじゃったという、若いんですよ。27歳のトランスジェンダーの黒人ラテン系女性なんですね。トランスジェンダーの黒人ラテン系女性レイリン・ポランコが6月8日ニューヨークのライカーズ刑務所の監房で死亡しているのが見つかり、怒りの声が高まっていると。ポランコが微罪で逮捕され500ドルの保釈金が払えなかったんで4月にライカーズ刑務所に送られたと。約2ヶ月後死亡しちゃったと。ポランコの遺族、友人、トランジェンダー権利活動家たちが27歳のポランコが死に至った状況について答えを求めているが、市当局は死因がまだ分かっていないとしていると。ポランコはライカーズ刑務所でトランジェンダー女性専用の区域に置かれたものの、死の1週間前には拘束型居住地に移されたと。ポランコの弁護士によれば、これは地獄独房監禁に等しいと。拘束されてるんだから、おそらく窒息とか体力衰弱とかなんかでもう殺されたんでしょうね。ひどいねこれ。ポランコの死はプライド月間の初めに起こったと。その前日にはニューヨーク市警がマンハッタンのグリーニージビレッジにあるゲイとトランジェンダー向けバーストーンウォールインへの50年前の強制捜査を謝罪していると。50年前ですって。これは1969年に警察がこのバーで暴力的強制捜査を行い、これに対する反発が発生。現在の LGBTQ 権利保護活動のきっかけとなった事件と、トランジェンダー活動家で作家、アウト誌編集長のラケル・ウィルスとレインボー・ブランコ遺族の弁護士を務めるシェル・ベルトマンに話を聞くということなんね。から次、
テレビドラマポーズのスターインディ・ムーア死亡したトランス女性の正義を求めると、友達や皆安全を保障される権利があるということですね。このトランジェンダーの黒人ラテン系歌手レインボー・プランコが6月4日ニューヨークのライカーズ刑務所の官房で死亡したのが見つかり、怒りの声が高まっていると。プランコは経済で逮捕され500ドルの保釈金を払えなかったので、4月からライカーズ刑務所に送られたが約2ヶ月後に死亡したということで、トランジェンダーの黒人、これはあれか、こっちだ、テレビドラマポーズ、同じテレビドラマポーズのスターインディラ・ムーは死亡したトランス女性の正義を求めるということで、トランジェンダー女優でモデルのインディラ・ムーアが6月10日ニューヨーク市のホーリースクエアで集まった抗議者らの前で発言したと。8日ライカーズ刑務所の官房で死亡していたのが見つかったトランジェンダーの黒人ラテン女性レインボー・プランコの正義を求めたと。プランコは経済で500ドル払えなかったということですね。ということです。そして今日の推薦図書、これですね。石井幸喜さんの日本が自滅する日、これの第4章、構造改革のための25のプログラムの中の今日は第1節、観光業の全廃がもたらす経済の覚醒、そのプログラム10ですね。真の公益法人を支える税制を作るというところですね。ここは短いです。1ページないですね。読みますね。プログラム10、真の公益法人を支える税制を作ると。税制の抜本的改革は不可避であると。国民すべてが相応の税を負担するのは当然であるが、基本的には経済活動が主たる税の負担者とならなければならないと。そしてその富をもって豊かな福祉、教育、医療、治安、防衛、外交を支えるのであると。本格的な税制論議は本書の目的を超えるので、ここでは真に社会的に必要な活動を支えることができる税制についてのみ触れると。憲法第89条は民間の私的な慈善事業や教育活動などに公金を支出してはならないと規定していると。つまり福祉や教育は国公の仕事であるから、その費用は税金で賄うべきだと述べることとともに、民間の慈善活動に権力は介入してはならず、また利用してはならないと。それはあくまでも民間社会が支えるものでなければならないというのであると。米国のような民主的なイニシアチブを重んずる国においては、これもかっこつきですよね。表向きはそうですけどね、裏は全然もうぐちゃぐちゃじゃないですか。アメリカ税制においてもこの考えが貫かれていると。だからアメリカの憲法、連邦憲法は素晴らしいんですけど、守られてないんですよね。憲法違反が常態化しちゃってるんですよ、日本もアメリカも。具体的には公益法人 NPO に対する寄付は税額から控除され、事実上税金の納付と同じ扱いとなると。自らの経済活動の事実を自らの自由な意思で自らの社会を作るために納付できるのであると。我が国においても市場経済の形成とともに、市場の成果の一部を自らの国づくりのために、自らの意思で処分する税制が求められる
いうことですね。それで、来週の月曜日、次ですね、プログラムの11、200万人が失職するが、600万人の職が生まれるというところですね。ということです。そして、今日のテーマですね、メインテーマ。私が考える利権特権を認めない普通の市民による市民革命政権公約案ですね、の1から21ということで、これ続きますんで、現在はもうちょうど1時間ですね、61分04秒、同時期で視聴される方が53名、全部で121名様、コメント45件ですね。で、1、日銀を国有化し、日銀が独占する信用創造特権である貨幣発行権を廃止すると。で、全ての権限を国会、衆議院に移管して、貨幣発行権を実体経済のみに使うと。要するに国民経済ですよね。金融経済には使わないと。これが第1条。ナンバー1ですね、公約の。ナンバー1っていうのはそうだ、5つの信用創造特権を廃止するということで、今まで4つって言ってたんですけど、これ特別会計の廃止を付け加えたんで5つになったんですね。から2番目、政府が独占する信用創造特権である国債発行権を廃止し、国の借金をゼロにすると。そうなんですよ。だから政府財務省が年間200兆円もの国債を発行して、全てを金融機関に引き受けさせ、年間9兆円の利子を払っているというのを全部やめるんですね。から3番目、民間銀行が独占する信用創造特権である無からお金を生み出す詐欺システム、準備預金制度を廃止すると。で、日銀が全ての金融サービスを無利子、低額手数料で行うということなんですね。で、この準備預金制度っていうのは無からお金を生み出す詐欺システムだと。これはもう本当詐欺システムなんですね。これは何かというと、いわゆる民間銀行に我々が口座を作って、そこに現金を貯金すると、預託するということですね。で、それが例えば UFJ が1兆円の預金者の現金が預けられているとすると、準備預金利率というのはずっと 1% なんで、1%、1兆円の 1% ってことは100億円を日銀の当座の口座にですね、預託するわけですね。100億円。そうすると、即座にですね、100億円の100倍じゃないんですよ。1兆円の100倍、100兆円の信用創造が生まれて、それに、UFJ は高い利子をつけて、個人とか会社とか地方自治体とか政府に金を貸して利子収入を得て、元本を回収して、儲けるというのがこの準備預金制度なんですね。ですから他人の金で、莫大な信用創造を手にして、そして高い利子をつけて、元本と利子を回収するというのがこの準備預金制度ですから、無からです。本当無なんですよ。無からお金を生み出す詐欺システムなんですね、これね。これをやめさせるということだと、民間銀行っていうのはもういらないんですよね。中央銀行だけ、日銀だけが金融サービスを無利子で、定額の手数料でやれば済むわけですよ。なんで民間銀行がわざわざやんなくちゃいけないのということですよね。から4番目がこれ新しくて、特別会計を全廃すると。特別会計というのはいわゆる自民党の政治家と国家官僚の財布、そして、銀行の財布
そして大企業の財布と、膨大な数のいわゆる、公益法人とか財団法人とか社団法人とか等々がこの特別会計200兆円を財源にして、日本は官経済を作ってるんですね。官製経済、民間、経済力を圧迫しちゃってるんですね。これを全廃すると。で一般会計に統合するということなんですね。だから当然ながらこの石井国さんが言ってるように、その特別会計を財源にするようないわゆる国とか地方が作った公益法人とか財団法人とか特殊法人とかですね、それは全部全廃すると。きれいさっぱり全廃するということですね。から5番目に銀行と金持ちが永遠に肥え太るお金を生むという金利のシステム、これを廃止すると。無金利にすると。だから銀行からですね、今の制度だとまず銀行が新規のビジネスに対してお金を出すことはまずないんですよね。でたとえあったとしても高い金利、あるいは保証金とか、あるいは生命保険を差し出すとかですね、等々で担保がいると。あるいは土地とか等々の担保がいるということで、新規事業を今の制度の中でやる場合の成功率というのは本当低いんですよね。でイスラム金融っていうのは金利を禁止してますんで、イスラム金融の下で新規事業をやる場合は安い手数料で金利がないということなんで、倒産率が 3% とか 4% ぐらいしかないんですね。でこの金利システムのあるいわゆる我々の資本主義経済の下での新規事業の倒産率というのはおそらく 90% 以上あるんじゃないですか。ほとんどが成功しないということなんですね。これが公約の1ですね。5つの信用創造特権を廃止すると。これは金融支配から解放するために必要なんですね。から2番目、銀行これだ、金銀本位制を復活させて紙幣と金銀との打換性を復活すると。これは何かというと実物価値の保証なんですよね。だから今までは金と打換ができたわけですよね。1971年以前はドルとの打換ができたんですけど、1971年にニクソン大統領がニクソンショックっていう形呼ばれてますけど、金の打換をやめちゃったんですね。そうすると FRB は金の保有量の上限を超えても好き勝手にですねドルをどんどん増刷できるということで、孫本民さんのこの本によれば91年前の1ドルの価値と現在の価値を比べると 4% か 5% の価値しかないと。それだけすりにすりまくったんですよね。ですから本物の価値として、人類の歴史の中で長い歴史の中で、唯一と言っていいほど安定した実物価値を持つ金と銀の本位制に戻すということが絶対必要だということですね。信用創造の最終的な限度っていうのはそこなんですよ。だから金と銀のいわゆる保有量プラスその国の GDP、 これが基準なんじゃないですかね。4番目、天皇制を廃止すると。これは私が言わせれば天皇制っていうのはカルト宗教なんですよね。あれもしないなんか神武天皇とか、あるいは天照大神とかなんかの神話の世界と結びついたカルト宗教なんですよ。だからカルト宗教支配からの解放が天皇制の廃止によって、カルト宗教支配から解放するという意味なんですね。から5番目、ベーシックインカムを導入すると。これは貧困からの解放です。だから金融支配からの解放を実現すれば
信用創造特権を唯一中央銀行の貨幣発行権だけ残して、それを実体経済にのみ使うということになれば、財源なんか簡単にできるんですね。1人当たり年間200万円で、100万人に支給すると2兆円、1000万人に支給すると20兆円、だから2000万人に支給すると40兆円で済むわけですよね。40兆円なんていうのはすぐ出てくるんですよ。だって毎年200兆円の、国債を発行してるわけじゃん。そんなのやめるということで、政府の財政と、それから日銀の信用創造を合わせて、合わせれば40兆なんて軽く出てくるんですよね。だから最低のいわゆる生活を保障するための年間200万円を、保障すると、2000万人に保障するとすると40兆で済むわけですよね。そんな財源なんか出てくるんですよ。だから信用創造の廃止を言わない、ベーシックインカムっていうのは嘘なんですよね。6番目、内閣総理大臣が3権を独占する現行の議員内閣制は廃止すると。そして行政のトップを国民が直接選挙で選ぶ大統領制にするということですね。だからそれによって独裁を否定すると、三権の独立を保障するということなんですね。だからこれイギリスで今メイ首相が辞任して次の首相候補ということで、保守党内部で、なんか選挙して次期首相を選ぶっていうことが何の疑問もなく行われてますけど、本来だったらおかしいんですよね。いわゆる EU を離脱するか離脱しないかという重大な国民全員に、直接影響を与える重大な問題に関して保守党内部で次期の首相を選ぶという議員内閣制自体が間違ってるんですよ。だからメイ首相が辞任した段階で、直接次期首相を選挙で全国民が参加する総選挙で選ぶというのが正しいんですけど、議員内閣制ですから保守党が下院の過半数を握っているということで、保守党の中から次期首相を選ぶというふうになっちゃって、それ自体誰も疑問を呈さないということになっちゃってですね。イルミナティ研究会さん、お茶爆10、今日も勉強させていただいてますということですね。はい。それからなんだ。それから議員内閣制を廃止すると。議員内閣制っていうのはひどいですよ。特に日本は。自民党が戦後70年以上政権を独占できたっていうのはこの議員内閣制と、それから衆議院の解散権は首相が持ってるんだという大嘘と憲法違反の大嘘をついてきたと。で野党が分裂してる、野党に金がないという足元を見て衆議院を解散して総選挙すればバカでも勝つわけですよね。だから7番目、本物の憲法の番人である公選制の憲法裁判所を創設すると。これがないから結局憲法が守られないと。歴代自民党政権が憲法違反を繰り返し、そして安倍なんかは今の日本国憲法をなきものにして戦前の第二の帝国憲法を復活させようという日本会議の主張を実現しようとしてるわけでしょ。そんなことを本来だったら憲法裁判所があれば真っ先に禁止してるはずですよね。日本は憲法裁判所ないから。そして最高裁が憲法の番人、法の番人としての機能を一切放棄していると。なぜならば内閣総理大臣が天皇の名において、
最高裁長官を任命する憲法第6条2項の規定があるからダメなんですよね。から8番目、日本国憲法の基本理念を継承しつつ新たに日本国市民憲法を制定すると。その第1条には人間の尊厳は不可侵不可常の最大最高の価値であるということを明記すると。これは絶対価値の保障ということが今の日本国憲法っていうのは第1条が天皇条項になっちゃってるから、人間の尊厳なんていうのは本来だったら人間の尊厳の尊重が最大価値であるということを謳わなくちゃいけないんですけど、大日本帝国憲法と全く同じような構造を戦後の日本国憲法も持ってるから、第1条にあれが来ちゃってるんですよ。天皇条項が来ちゃってるんですよ。だからこんなものは天皇制廃止なんですよね。そして、人間の尊厳は不可侵不可常の最大最高の価値であると。で、政治家公務員はこの最大最高の価値である人間の尊厳を守る義務があるというふうに謳わないといけないんですね。村上さん、コンティニューコイン、こんばんはですね。お団子ですね。ありがとうございます。から10番目、国民が政策や法律を直接決定する直接民主制を導入すると。これは主権在民を保障するためですよね。これ一番進んだのはスイスですよね。スイスが10万人の署名を集めれば国民イニシアチブということで、政府が反対しようが1年半後には国民投票にかけられると。そして投票した人の過半数の賛成を得られれば憲法をも改正できるという、こういう直接民主制というのは絶対必要なんですね。ヘチさん、コンティニューコイン、いつもご苦労様ですと。はい。砂月さん、奪還紙幣、俯瞰紙幣、仮想通貨、どんどん危険な、そうですよね。だからロシアイドなんかの金融支配の究極な目的っていうのは仮想通貨で、コンピューターを彼らが管理して一瞬にして、もう価値自由に、できるわけですよね。この人間の預金をなくすとか、あるいはその仮想通貨自体をなくしちゃうとかっていう何でもできるわけですよね。何の実体価値と連動しない究極のいわゆる神話の世界ですねを彼らは目指してるんですね。土山純一さんですね。お茶バックテンとコンティニューコイン2枚ですね。直接民主制の導入ですね。それから11番目、米国傀儡政党自民党とカルト宗教公明党創価学会を解体し、歴代政権の権力犯罪を捜索して権力犯罪者を処罰するということですね。だから権力犯罪の摘発と処罰の保障ということです。12番目、クロスオーナーシップ制度や記者クラブ制度や大手マスコミによる世論調査独占を廃止し、政府と報道機関に国民の真実事実を守る知る権利を保障する義務を課すという、国民の真実事実を知る権利の保障と。クロスオーナーシップっていうのは日本独特なんで、いわゆる大手新聞が資本系列のもとに、放送局も支配していると。本来だったらこんなことは許されないんですけど、日本独特なんですよね。だから結局、活字とそれから放送両方を一つの民間の報道機関が両方とも持っちゃうということなんで変更しちゃうんですよね。スウェーデンでは実体通貨は使われていないとかと。だからどんどんそうじゃないですか。エストニアとか IT で仮想通貨とか、あるいは
現金を持たないと、スマホで決済するとか、どん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 危ない方向に行ってるんですよね。から13番目、原発を廃止し火力発電を削減して自然エネルギー発電に転換すると。それから14番目、地球環境の保全、自然保護、資源保護を政府に義務付けると。15番目、内閣総理大臣による衆議院解散を禁止すると。から不正選挙と組織選挙を禁止すると。それから小選挙区制を廃止すると。衆議院と参議院の選挙は1票の格差のない、単純大選挙区一区制にすると。17番目、政党助成金を廃止すると。企業団体の政党政治家の政治献金を禁止すると。政治献金は限度額を設定した個人献金に限定すると。18番目、カルト宗教を禁止すると。宗教法人の認可を厳格化すると。宗教活動への非課税特権を廃止し課税すると。19番目、所得税法人税を最高 75% の累進課税とすると。20番目、すべての公務員、政治家公務員、準公務員の平均年収をその年の国民の平均年収と同額とすると。21番目、教育を無償とし、教育の独立を保障すると。義務教育を高校までにすると。これが21なんですね。まだ続きますけど、とりあえず、今日のメインテーマとして取り上げました。これは一応アップしますかね。結構大事な内容がありますんで。金融支配下の解放、5つの信用創造特権を廃止するっていうのを政権公約の第一に持ってきたんですね。5つの信用創造特権を廃止すると。で、日銀を国有化し、すべての権限を衆議院に移管して国民化すると。日銀が独占している貨幣発行権、信用創造特権の貨幣発行権を剥奪すると。そして、日銀の信用創造特権を実体経済のみに使うようにすると。金融経済には使わせないと。これが必要ですよね。から政府の信用創造特権である国債発行を廃止、禁止すると。だから借金が積み重ない、借金がゼロなんですね。から民間銀行が独占する信用創造特権である無からお金を突き出す詐欺システム、準備預金制度を廃止すると。だから民間銀行なんかいらないよと。日銀が全ての金融サービスを無利子から低額の手数料でやればいいんですよ。からこれですね、4番目、政治家と官僚の財布である特別会計を廃止すると、全廃すると。で、一般会計に統合すると。から銀行と金持ちが永遠に超え太る金利を廃止すると。この5つが信用創造特権の剥奪なんですね。で、2番目、金、銀本位制を復活させ、紙幣と金銀との打換を復活すると。だから実物貨幣を、実物価値を保証するということなんですね。から米国支配階級の日本の植民地支配の法的根拠である日米安保条約を破棄し、武装中立を宣言すると。そうなんですね。だからスイスみたいに個別的な自衛権を行使する権利を持つ武装の中立なんですね。
で世界全体に平和が支配的になれば徐々に非武装化するということだと思うんですけど、最初から非武装を謳うということは間違っていると思うんですね。個別的自衛権を保持した武装中立を最初にして、そして、世界から平和を取り戻す努力をすると。戦争賞じゃなくて平和賞なんですね、これ。から天皇制廃止と。天皇制っていうのはカルト宗教なんですね。カルト宗教からの解放なんですね。だから戦後の象徴天皇制も結局思考停止しちゃうんですね、そこで。それから最低ベーシックインカム導入と。これ年間200万人のベーシックインカムを2000万人に保証すると40兆円なんですね。400兆円かな。から6、内閣総理大臣が3権を独占する現行の議員内閣制は廃止と。そして大統領制にすると。国民が、行政のトップを選ぶということなんですね。だからフランスの大統領選挙が一番、アメリカは全然インチキですからね。間接。から7番目、本物の憲法の番人である公選制の憲法裁判所を創設すると。法の支配の貫徹なんですね。から日本国憲法の基本理念を継承しつつ、新たに日本国市民憲法を制定すると。その第一条に人間の尊厳は不可侵不可条の最高の価値であるを明記すると。絶対価値っていうのを憲法の第一条に持ってくるということですね。から第9番目、現行の中央集権体制ではなくドイツやスイスのような完全な地方分権体制を確立すると。ここが重要なんですね。だからドイツみたいに22の州に首相がいて、最高裁判所があって、当然ながら議会があって、そして最高検察庁もあって、いわゆる国の持ってる軍隊と外交権以外は州が全部持ってると。500万単位での地方分権政府が機能するっていうのは絶対必要なんですよね。日本は地方集権ですからね。から直接民主制ですね。国民が政策や法律を直接決定する直接民主制を導入すると。11番目、米国傀儡政権自民党とカルト宗教公明党総学会を解体すると。で歴代政権の権力犯罪を捜査し、権力犯罪者を処罰すると。日本は権力犯罪者っていうのは処罰されないですからね。捜査が字が違ってましたね。捜査し、アフターマッチさんがお茶ですね。はい。11。結構長いですからね。が12。これクロスオーナーシップ記者クラブ制の廃止から大手マスコミによる世論調査独占を廃止すると。そして国民の真実事実を知る権利を保障すると。政府と報道機関に義務化するということですね。から13、原発廃止、火力発電削減して自然エネルギー発電に転換すると。それから地球環境の保全、地球保護、自然保護
から資源、ナチュラルソースですね、保護すると、義務付けると、から内閣総団事による衆議院解散を禁止すると、から不正選挙、いわゆる武蔵による不正選挙とか、選管による期日前投票箱の差し替えとかですね、ヘテさん拍手、一般のメディアに、洗練された人々には過激に聞こえそうと。そうなんですよ。ここまでやんないと政権交代する意味がないんですよね。中途半端な。またあれですよ、自民党偽装自民党政権交代になっちゃうんですね。から小選挙区制を廃止すると。で衆議院と参議院は一票の格差のない全国大選挙一区制に単純制にすると。から17、政党助成金を廃止すると。から企業団体の政党政治家への政治献金を禁止すると。で政治献金は個人献金に限定し、それも限度額を設けると。本来こうなんですよね。政党助成金プラス企業団体からの献金二重取りしてるわけでしょ。からカルト宗教を禁止と、宗教法人資格を厳格化すると。から宗教活動への非課税特権を廃止して課税すると。創価学会が毎年2000億円の、無税のなんていうの、財務っていうの、これに 50% の課税すれば1000億円なんじゃないですか。から所得税、法人税に累進課税最高 75%、 かつてはそうだったんですよね。から全ての公務員、政治家、公務員、国家公務員、地方公務員、準公務員の年金、年間報酬は国民、その国、その年の国民の平均年収と同額にすると。これ当然なんですよね。ドイツとかフランスなんかそうなんですよ。日本が 1.7 倍なんですよ。国民の 1.7 倍の高額報酬を受け取ってるんですよ、平均で。で日本の国会議員なんていうのは世界一じゃないですか。4000万、4200、300万も取ってるんじゃないですかね、実質的に。表向きは2200万とかなんか言ってますけど、毎月100万円、年間1200万円の通信、交通費とかなんかもう実質的な報酬になってるんですね。それと立法作業費という、立法もしないでなんで立法作業費が年間月65万、年間720万入るのかと、そういう裏のあれがあるんですよ。ということは21万ですね。時間がもうあれだ、94分だ。そしたらちょっとスピード上げましょう。香港でも警察の暴力行為に非難殺到、動画多数、調査要求もということで AFP ですね。これ日本の毎日新聞の記事を、あるんですけど、非難殺到とかですね、調査を要求っていうところまで書いてないですね、彼らは。催涙弾の煙の中でみんなが苦しんでるとか、そんな記事しか書いてない。だから本当ダメだよね、日本の新聞記事っていうのは。香港警察のいわゆる無防備のデモ隊に対して、催涙弾とかゴム弾とかですね、等々で、暴力行為に及んでいるということを非難する
記事を書けって言うんですけど、書かないんですね、彼らね。からハチ公前の連帯デモ、これは毎日かな。それから鳩山首相がキム・デジュン大統領夫人が亡くなったんで、その葬式に行った時に、日本は韓国の最高裁判決に従って徴兵徴用について謝罪すべきだと、賠償すべきだと、すごくまともなこと言ってるんですね。またバッシングされるんですかね。これハンギョレ新聞、日本の新聞は書かないですね。で URL、これです。からこれがあれですね、いわゆる憲法法明白に9条違反ということで、元の法制庁長官が裁判で証言したという東京新聞。憲法裁判所があればいいんですよ。憲法裁判所がなくて、自民党の番犬でしかない最高裁しかないから、日本はこのような憲法無視、憲法違反が公然と行われるということでしょうね。からイランハメニ氏米との交渉を拒否する考えということで、これは NHK の報道なんですね。そりゃそうですよ。なんでのこのこトランプに言われてのこのこ仲裁役として出てきたのかと。菅月さん、そうですね。鳩山さんもあれでもう少し推しが強ければ、そうだよね。意外と彼お坊ちゃんだから推しが弱いんだよね。いいこと言ってんだけどね。残念ですね。からトランプ氏、次期選挙で外国から情報あればもらうと発言して、バカだよね。だからロシアからの支援があったから自分は当選したんだってことを認めてるようなもんじゃないですか。で、今日の重要情報、安倍イラン訪問で NHK 吉田明子記者がフェイク解説と。ハメネイ氏は怒りのツイートしてんのに安倍首相の助言を重視という、全くの本当、なんであんなやつが NHK の解説員としてのこのこ出てくるんだということでしょうね。リテラスということで、今日の放送これで終わりですね。金曜日ですね。時間がもう100分ぐらいになった。99分07と100分ぐらいですね。同時期に視聴される方が62名、全体で163名様、コメントが84件ということですね。安倍イラン訪問もただのメッセンジャーボーイというと、そのために莫大な金を、税金を使って、言ってんですよね。専用機使って、おそらく何千万、1億ぐらい使ってんじゃないですか。とんでもないね。だからあいつに払わせるということでしょう。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございます。コメントが85でした。お疲れ様でしたということですね。同じですね。最近会うようになりましたね。私の画面でも85なんですよ。調整したんですかね。ということで、拍手ですね。お疲れ様でしたという DR3 さん。ということで、明日土曜日、日曜日お休みなんで、来週の月曜日ですね、またよ
よろしければ合流してくださいと。ミーさんですね、拍手ですね。ということで、お疲れ様でした。今日の放送、七さん、拍手ですね。お疲れ様でした。また週末休養して、また来週から放送をやりますので、よろしくお願いします。イルミナティ研究会さん、お疲れ様でした。ありがとうございましたということですね。それじゃあ終わります。お疲れ様でした。